もう我慢の限界だ。クリーニング店を営むケンジは明らかに誘惑してくるミキさんを残し、家から飛び出してきてそうつぶやいた。クリーニング店を営むケンジは3店舗を持つオーナーとして忙しい日々を送っていた。友人たちは彼の名前をもじって洗濯屋ケンちゃんとよくからかっていたが、ケンジ自身はその冗談を静かに笑って受け流していた。だが内心当たっているなと思っているのは友人たちには秘密だ。クリーニング業は見た目以上に厳しい。客から預かった衣類に対する責任は重く、少しでも手落ちがあればたちまちクレームの嵐。元から破れていた服がこちらのせいにされることもしばしばあった。それでもケンジは仕事に対する誇りを持ち続けていた。いいことも多くのお客様は身なりに気を使う女性で、中には目を見張るほど美しい人もいた。洗濯宅配サービスも手掛けるケンジにとって、彼女たちとのほんの短い会話が日々の癒しとなっていた。実際、彼の妻もかつてはこうした一人だった。配達先の一つで彼女と出会い、やがて結ばれたのだ。しかし、最近ケンジの心は複雑な感情に包まれていた。それはミキというお客だ。年は40手前の人妻で、彼に何かと特別な関心を寄せているように思えた。何度か配達したとき、これも持って行ってください。と、彼女は突然服を脱ぎ始めた。ケンジは動揺を隠せずに目をそらした。彼女の行動は明らかに挑発してきていた。急に下着姿になったのを見て、ケンジのあたふたしている姿を見ながら、彼女はいたずらな笑顔をこちらに向けている。それ以降、何かと理由をつけては目の前で服を脱ぎ始める彼女。ケンジはその行動に心を乱されながらも、何度もその場から逃げ出していた。それが恐ろしくもあり、同時に何とも言えない興奮を感じていた。ミキさんの行動は日に日に大胆になっていき、前回はスカートの中に手を伸ばし、その脱いだ下着を渡してきた。ケンジさん、これもお願いね。と、ミキさんが言ったその声には、明らかにいつもと異なる甘さが込められていた。ケンジはその声にどう反応していいかわからず、ただ黙ってうなずいた。鈍感な俺でもわかる。明らかに彼女は俺を誘っている。ミキさんが近づくたび、ケンジの心臓は早金を打つ。その一方で、妻の顔が脳裏をよぎり、罪悪感で胸が締め付けられる。だが、もう我慢の限界だ。ケンジはそうつぶやいていた。配達バッグを片手に、ケンジはインターホンを押す手が震えていた。ミキさんの家を訪れるたび、彼は罪悪感と興奮の混じり合った奇妙な感情に苛まれていた。彼女の一挙一動に心を奪われつつも、妻への裏切りという重圧に押しつぶされそうになっていた。彼はこの綱渡りのような関係にどう対処すべきか、まだ答えを出せずにいた。深呼吸をして心の準備を整えながらインターホンを押した。その先に待ち受けるのはただの配達という日常か、それとも予測不能の展開か。
彼の心は戸惑いと期待の狭間で揺れ動いていた。だがどちらに転んでもいいように仕事の段取りは済ませており、時間を空けておいた。